休日お出かけバス。それは JR 東日本が管轄する関東地区の鉄道路線と東京臨海高速鉄道臨海線、東京モノレール羽田空港線に1日自由に乗車可能なフリー切符です。価格は2720円、子供は1360円となっており、青春18切符と違って1日ごとに切符を購入することが可能です。また特急券との併用で特急列車にも乗車可能です。この切符を使用して対象路線全路線を1日で全線環状できるのか、本動画ではこれを検証していきます。さあ早速広大な JR 東日本のネットワークで環状旅を始めていきましょう。旅のスタートとなるのは JR 横須賀線の久里浜駅です。現在時刻は午前4時を回ったところです。まだ空が明るくもなっていない未明、眠気まなこをこすりながらここ久里浜駅よりスタートさせていきます。よろしくお願いいたします。なお本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さてまずは切符を購入します。画面上のお得な切符をタッチ。お求めになるお得な切符を選んでください。休日お出かけパスは紙の切符です。現金を投入。切符が出てきました。これが休日お出かけパス。この切符に1日お世話になります。さあ電車に乗車しましょう。久里浜駅の始発電車は4時31分です。さすが JR、始発電車がめちゃくちゃ早いです。エスカレーターで上に登りましょう。登り、動かない？早朝は階段で登らないといけないのでしょうか。疲労を蓄積させないために動いてほしいのですが、まあ仕方ないですね。ホームに到着。1番線から発車するので乗る予定の電車はまだ到着していません。2番線に電車が止まっていますが、これには乗車しません。2番線に止まっている電車の裏で別の電車が動いています。なぜ裏で電車が動いているかというと、久里浜駅には留置線があるからです。留置線の長さは11両分しかなく、横須賀線で主に運行される15両編成を駐車できる長さはありません。加えて今東京方面を撮影していますが、東京方面には線路が伸びていません。入れ替え作業の際は一旦電車を久里浜側へ動かし、踏切上で停車して方向転換をしています。さあ電車がやってきました。もうだいぶ少数派になっているのではないでしょうか。1994年から活躍している E217 系に乗車します。久里浜駅を4時31分に発車する普通電車の東京行きです。車内は当然ガラガラです。さあ発車時刻となりました。扉が閉まります。久里浜駅を発車。休日お出かけパス対象路線全線環状旅スタートです。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は横須賀線東京行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合に駅での発売が異なりますのでご了承ください。次は衣笠です。さあ電車は衣笠駅に到着です。横須賀線の単線区間にある唯一の途中駅。横須賀線の一番電車に乗車しようとする人が結構いますね。さすが東京といったところでしょうか。衣笠駅を発車するとだいぶ空が明るくなってきました。電車はここで長いトンネルに突入します。こちらのトンネルは横須賀トンネルといって長さは2089メートルあります。1940年にトンネル建設のための測量が開始され、1944年に開通しました。第二次世界大戦中に建設が行われた理由は、当時横須賀や久里浜は陸軍や海軍にとって重要な施設が集中する軍都だったからです。
そしてその横須賀トンネルを編集であっさりカット。トンネルを抜けてすぐのところに横須賀駅。隣には営業運転開始前の電車が止まっています。横須賀駅に到着。ちなみにこの横須賀駅は階段が一切ない駅として鉄道ファンの間で有名です。横須賀駅を発車。横須賀駅から横須賀線は複線になります。進行方向右側に線路がもう一本見えます。電車は田浦駅に到着。普通電車なのでこの田浦駅にも当然停車するかと思いましたが、なんと電車が駅ホームからオーバーランしてしまいました。おいおい、これは停車失敗かというと、そうではありません。こちらの田浦駅は駅の前後がトンネルで挟まれているため、ホームの長さが10両に満たない程度の長さしかありません。そのため11両で運転されている当列車は、先頭の1両がすっぽりトンネルの中に入ってしまいます。トンネルの中は人が降りる幅がないため、列車の扉が開きません。電車はそのまま田浦駅を発車。何事もなく横須賀線の攻略が続きます。さあ、完全に空が明るくなりました。ここで京急逗子線をアンダーパス。反対側を見ると電車がたくさん止まっています。E217 系や E235 系など様々な車両が留置されており、営業運転の時まで待機しています。列車は逗子駅に到着。横須賀線の途中駅の中でも特にダイヤ編成上重要な駅となっています。この逗子駅から駅のホームが15両分確保されています。そのため久里浜駅や横須賀駅から11両で運行してきた列車は、当駅で後ろ4両をつなぐ連結作業が頻繁に行われます。しかしこの列車は終点の東京駅まで短い11両編成のまま運転しますので、連結作業は行わず、そのまま発車します。さあ、間もなく大船駅です。ここで上り線が下り線よりも高くなるように勾配を上ります。上り線が線路を2本オーバーパス。こちらの線路は鎌倉車両センターにつながる車庫線です。そして東海道本線と合流。大船駅に到着です。多数の路線が乗り入れている駅だけあって、乗車しようとしている旅客が多いです。大船駅の駅名標を記念撮影。これで JR 横須賀線を全線完乗しました。JR 東日本の路線の中で最初の制覇路線です。大船駅を発車。電車はここから東海道線に直通します。さて、大船東京間は運行系統としては東京駅まで横須賀線で案内されますが、正式な路線名としては東海道本線に属します。東海道本線の関東近郊区間は戦後利用者が大幅に増加したため、線路の数を増やす抜本的な輸送力増強策が講じられました。その輸送力増強策の一つとして、横須賀線直通列車と藤沢駅直通列車が東京駅まで別々の線路を走行する、いわゆる SM 分離が行われています。さあ、進行方向右側で根岸線とお別れ。根岸線では貨物列車が走行するため、貨物線との連絡線と陸対交差します。列車は戸塚駅に到着。ここで地下鉄ブルーラインと乗り換え可能。乗車客が非常に多いことがわかります。さて、横須賀線の線路が東海道本線の旅客線の線路より西側を走るようになりました。進行方向左側を走る東海道貨物線とはここでお別れ。東海道貨物線は横浜駅を通りません。車内の様子はこんな感じ。早朝なのに座席が全て埋まり、立ち客が発生しています。さあ、列車は間もなく横浜駅です。横浜駅は神奈川県の中心駅、一番西側の発着線に入線します。横浜駅に到着。ここで下車します。
お世話になった車両を記念撮影ありがとうございました。さあ、乗り換え時間が少ないのでさっさと階段を降りましょう。こちらが早朝の横浜駅コンコース。改札がまだ営業を開始していないので人が少なくて当たり前ですね。3、4番線ホームに向かいます。まもなく4番線に各駅停車大宮行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。さあ、電車がやってきました。ここから京浜東北線に乗車します。横浜駅を5時28分に発車する大宮行きです。さすが首都圏の主要駅。ホームドアが設置されています。横浜駅を京急のホームを見ながら発車。この電車は京浜東北線各駅停車大宮行きです。次は東神奈川。お出口は右側です。横浜線はお乗り換えです。東神奈川。ご乗車ありがとうございます。東神奈川駅に無事到着。階段を上ります。東神奈川駅で横浜線に乗り換えると思いました？いえいえ、横浜線は後回しです。階段を降りるとすぐに電車がやってきました。横浜駅から一駅だけ進んで折り返します。今度は東神奈川駅を5時32分に発車する大船行きに乗車します。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。東神奈川駅を発車。1分乗り換えに成功しました。さあ、横浜駅に到着しました。駅名標を記念撮影。京浜東北線はここで終点となります。横浜駅を発車。ここから電車は根岸線に直通します。東海道本線とお別れ。かつて使用されていた東急東横線の高架橋が眼前に迫ります。しばらくすると進行方向左側から線路が1本合流してきました。こちらの線路は高島線という東海道本線の貨物支線です。定期旅客列車は設定されていないので制覇対象外です。高島線は根岸線の下り線と立体交差し、上下線の間に入ります。そして根岸線と合流。ここから貨物列車と同じ線路を走ります。列車は桜木町駅に到着。1872年、初めて日本に鉄道が開通した時、横浜駅を名乗っていましたが、その後、横浜駅の移設によって残ったこちらの駅が桜木町駅を名乗るようになりました。桜木町駅を発車。根岸線の攻略を進めます。まもなく根岸。お出口は右側です。根岸線は貨物列車が走行する路線であることは先ほど説明した通り、貨物列車の主な輸送品目は石油となっており、石油類を輸送するためのタンク車が留置されています。根岸駅の駅名標を記念撮影。当駅からは神奈川臨海鉄道本木線が分岐しています。本木線は貨物専用路線なので、もちろん制覇対象外です。次は新杉田。お出口は左側です。新杉田駅に到着。当駅で横浜シーサイドラインに乗り換え可能ですが、それらしき構造物は見えないですね。
駅を発車すると見えます。ほとんど一瞬しか見えません。本郷台駅では京浜東北線向けの留置線があります。そして本郷台駅を発車すると、次は終点の大船駅です。トンネルを抜け線路が分岐して3本に増えます。この線路は先ほど説明した根岸線と東海道貨物線をつなぐ連絡線です。主に貨物列車が使用します。まもなく終点大船。お出口は左側です。東海道線、湘南新宿ライン、横須賀線と湘南モノレールはお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。大船駅に戻ってきました。9番線に到着します。大船駅に無事到着。これで根岸線を全線環状しました。2路線目の制覇路線です。駅名標を軽く撮影。もう根岸線に用はないので別の路線に乗り換えましょう。6時頃の段階ですでにかなり人がいます。階段を降りましょう。次は東海道本線に乗車します。大船駅を6時23分に発車する普通電車の沼津行きです。東海道線らしいオレンジと緑の帯をまとっています。乗降が多いのか少し長めに停車して扉を閉めます。大船駅を発車。東海道本線を今度は西へ乗り潰していきます。大船駅を発車してしばらくすると鎌倉車両センターが見えるようになります。この車両基地で総武横須賀線、横浜線、成田エクスプレスの車両が管理されています。またこの車両センターの近くに東海道線の新駅が設置予定です。電車は藤沢駅に到着。進行方向左側に小田急江ノ島線が見えます。藤沢駅を発車してしばらくすると次は茅ヶ崎駅です。東京とは逆方向ですが、ホームにたくさん乗車を待つ人がいます。茅ヶ崎駅に到着。ここで下車し別の列車に乗り換えます。お世話になった列車をお見送りありがとうございました。さあ階段を上りましょう。茅ヶ崎駅では相模線に乗り換え可能です。しかし相模線にはまだ乗車しません。3、4番ホームに向かいます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の3番線の列車は6時48分発特急湘南22号新宿行きです。この列車は9両です。グリーン車がついております。ご乗車には特急券が必要です。足元青色の湘南号9両乗車口でお待ちください。ホームにはまだ目的の電車は来ていません。目的の電車が来るまでまだ10分以上あります。その間に他の列車の撮影をしましょう。今発車した電車は相模線の電車。最近車両が新しくなり、同時にワンマン運転も開始されています。次に5番線に特急列車 E257 系がやってきました。こちらも特急湘南号ですが、この列車は東京行きとなっており、さらに5両と9両を連結して14両で運転されています。そして東京行きの湘南号発車からわずか3分後にまた特急湘南号が発車します。こちらの列車が今から乗車する列車、特急湘南22号新宿行きです。今回の旅で最初の特急列車に乗車乗る。ゴールデンウィーク期間中のためか車内はガラガラです。ドアが閉まります。茅ヶ崎駅を発車。まもなく藤沢に到着いたします。藤沢の次は
大崎に停車いたします。さあ、先ほどの特急列車を追い抜きます。特急電車同士の追い抜きが見れるのが特急湘南の特徴。なぜ追い抜くことができたのかというと、こちらが過密ダイヤではない貨物線を走行しているのに対し、あちらは多数の普通電車の間を縫って走行し、かつ辻堂駅にも停車するからです。藤沢駅に到着、東京行きの湘南号が到着する様子を撮影できました。あちらの電車はまばらですが、人が乗っていますね。そしてこちらの電車が先に発車します。この列車は特急湘南22号新宿行きです。次は大崎に停車いたします。さあ、藤沢駅を出ると次は大崎駅に停車します。鎌倉車両センターが併設されている大船駅も、ブルーラインと乗り換え可能な戸塚駅も、神奈川県の中心駅である横浜駅にも止まりません。その理由は、この列車の走行している線路が貨物線のため、旅客が乗り降りするホームがないからです。大船駅を通過すると、根岸線につながる連絡線と分岐。連絡線が少しずつ高さを上げていきます。戸塚駅も軽快に通過。ご覧の通り旅客が乗り降りするホームそのものがありません。横須賀線の電車をあっさり追い抜き、あちらの電車はまだ東戸塚駅を発車したばかりでスピードが乗っていませんから、あちらの電車に勝ち目などありません。しかし東戸塚駅を抜けるとすぐにトンネルに入り、旅客線とは離れていきます。さあ、長い長いトンネル区間に突入しました。このトンネルは井の久保トンネルという名称で、長さは4008メートルあります。東海道貨物線は先ほど紹介した SM 分離と同様に、戦後急増した東海道本線の輸送力増強策として、貨物列車を既存の路線とは別の路線に走らせるために建設された路線です。貨物列車のみ走行することを想定していたため、市街化が進んでいた横浜駅を避けるルートとなっています。また建設時は貨物列車のみ走行し、沿線住民からは何の影響ももたらされないということで、苛烈な反対運動が行われました。ご覧の通り最終的には路線が開通して列車が通るようになりましたが、沿線に騒音が漏れないよう明かり区間でもコンクリートで覆われて一つのトンネルと化しています。トンネルを抜けると横浜羽沢駅という貨物線に到着します。そして進行方向左側で線路が合流。相鉄 JR 直通線の線路です。横浜羽沢駅を過ぎるとまたトンネルに突入します。次のトンネルは港北トンネルという名称で、長さは4038メートルとなります。さて、ここで座席の紹介をしましょう。普通席では特急湘南の車体カラーに合わせて青色のモケットが採用されています。JR の車両なので背面テーブルはもちろん完備。他に収納ポケットとドリンクホルダーがついています。窓下にはコンセントが追設されました。肘掛けについている座席を傾けるスイッチは2つあります。片方は背面を傾けるスイッチ、もう片方は座面を前後に動かすスイッチのようです。座席が傾く角度はこのくらいです。あまり大きくは傾きません。ということで座席の紹介は以上。港北トンネルを突破して地上区間に戻ってきました。列車が地上に浮上してきたのは鶴見駅です。東海道貨物線は東戸塚駅から鶴見駅につながっています。鶴見駅には京浜東北線しか旅客ホームがありませんが、鉄道ネットワーク的には重要なジャンクション駅となります。特急湘南はここから東海道貨物線と分かれて品格線に入線します。他の路線と立体交差するため勾配を上ります。東海道線と京浜東北線の線路をオーバーパス、そして横須賀線の線路の下をくぐります。複雑に線路をクロスして旅客船が進行方向右側に位置するようになりました。今走行している品格線ももともとは貨物専用線、
その後、東海道線の混雑緩和のためにご覧の通り一部区間が複々線化しています。続いて進行方向右側から線路が合流。こちらの線路は知って短絡線という名称で、南武線の浜川崎支線と合わせて武蔵野貨物線と東海道貨物線がつながっています。知って短絡線と合流すると、今度は JR 貨物の重要拠点駅である新鶴見機関区の横を通過します。ご覧の通り貨物の機関車が多数止まっています。新鶴見機関区を通過し、貨物列車を留置する長い留置線群を抜けると、列車は分岐器で分岐側に通過。進行方向右側で勾配を下げて地殻間に潜る線路が武蔵野貨物線です。府中本町駅まで線路がつながっています。武蔵野貨物線と立体交差すると、すぐに旅客線と合流。同時に進行方向左側には東海道新幹線の高架橋が見えるようになります。そしてこれまたすぐに武蔵小杉駅を通過。乗車待ちをする利用者が多数いますが、この電車は停車しないので完全無視となります。ちなみに賓客線の武蔵小杉駅は2010年に開業しました。これまで南武線から東京都心に行くのに賓客線は選択肢になかったのですが、乗り換え可能となったことで大幅に乗り換え客が増加しました。武蔵小杉駅を通過したら列車は再加速。そして多摩川を横断します。武蔵小杉駅からは東海道新幹線と並走します。まもなく西大井駅を通過しますが、この区間は賓客線の直上に東海道新幹線の高架橋があります。西大井駅を通過してしばらくすると賓客線の重要な分岐点に到達します。ここは蛇久保信号場です。直進方向は横須賀線として品川駅、東京駅に直通し、分岐方向は湘南新宿ラインとして渋谷駅、新宿駅に直通します。ここで東海道新幹線と横須賀線の線路とお別れ。分岐後すぐに進行方向右側に東京総合車両センターが見えてきます。ぶつ切りにされた E235 系の中間車両が見えますね。さらに線路が2本地上に浮上してきます。休日お出かけパスで乗車可能な東京臨海高速鉄道臨海線です。まもなく大崎駅、山手線の車両が元気に走っています。大崎駅には8番線に入線、当駅で山手線と臨海線に乗り換え可能。ホーム反対側に停車している車両は臨海線の車両です。大崎駅の駅名標を記念撮影。東海道本線の攻略は当駅で一旦打ち切りとなります。大崎駅を発車。ここからは山手線に入線します。さて、山手線は日本で最も有名な鉄道路線といっても過言ではない路線です。今追い越している緑色の電車が運行系統上の山手線で運行されている電車です。そしてこちらの特急湘南は山手貨物線という山手線の専造路線を走行します。車窓に映る建物はどれも高い建物ばかり。まもなく渋谷に到着いたします。渋谷の次は終点新宿でございます。さあ、渋谷駅に到着です。 JR の渋谷駅は現在駅の改良工事が行われています。かつては山手線のホームとはかなり離れた場所に山手貨物線のホームがありましたが、現在は移設されて乗り換えがしやすくなっています。渋谷駅では JR の路線としては山手線以外乗り入れていませんので、当然下車しません。終点までこの特急湘南号を乗り通します。まもなく終点新宿に到着いたします。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。さあ、中央本線の線路の下をくぐります。そして左に分岐。特急列車のみ発着する5番線に入線します。
新宿駅に到着。特急列車で快適に東京都心に入ることができました。さて、乗り換え時間が短いのですぐにエスカレーターで降ります。新宿駅は当然のごとく利用者が多いですね。15、16番線ホームに向かいます。階段を降りるとすでに目的の電車が到着していました。下車客と入り乱れる中、なんとか乗車します。特急電車から一気に各駅停車に格下げ。7時49分、定刻で扉が閉まります。次は池袋、お出口は左側です。池袋駅に到着。ここで多数下車します。池袋駅からも引き続き山手線に乗り続けます。床が容易に見える程度には混雑具合が軽減されましたね。池袋駅を発車。先ほど乗ってきた特急湘南の車両と並走します。特急湘南として新宿駅まで旅客営業してきた車両は、新宿駅に到着後は回送列車として大宮駅まで運転されるようですね。新宿駅まで連れて行ってくれてありがとうございました。しばらくすると山手線唯一の踏切を通過します。そして山手貨物線と立体交差。ここで一時的に複線になります。しかしすぐにまた別の線路と合流。京浜東北線の線路です。さあ、田端駅に到着。ここで下車しちゃいけないんだよ。おーい、予定していた工程を間違えてるぞー。気づかずに階段を上る。そして階段を下りってここで気づきました。そうです、田端駅が下車駅ではありません。間違えたことに気づき、京浜東北線の南港電車に飛び乗ります。この電車でもとりあえず予定していた駅に行くことが可能です。次は日暮里、お出口は右側です。日暮里駅に到着。ここが本来予定していた下車駅です。日暮里駅で反対方向の京浜東北線に乗車します。ちょうど電車が発車したところですね。まあ次の電車はすぐ来るでしょう。元の工程に戻れるはず。さあ次の電車がすぐやってきました。大宮行きです。日暮里駅を発車。田端日暮里間を乗り潰した上で北上します。進行方向右側では新幹線と並走。田端駅に戻ってきました。ここからがこの電車での乗り潰し区間となります。田端駅からしばらく進むと線路が6本並べます。進行方向左側の線路は湘南新宿ラインと上野東京ラインの線路です。次は赤羽、お出口は右側です。赤羽駅に到着。ここで京浜東北線を下車します。階段を降りましょう。赤羽駅は高架駅のため、高架下の部分は非常に広々としています。多数の路線が乗り入れる利用者が非常に多い駅ですが、快適に利用できるでしょう。さあ次の電車は7、8番ホームから発車します。階段を上りましょう。目的の電車には問題なく乗車することができそうです。田端駅で誤って降りてしまった時はどうなることかと思いましたが、無事に元の工程に戻れました。首都圏の列車本数の多さに感謝ですね。さあ電車がやってきました。赤羽駅を8時36分に発車する通勤快速の新木場行きです。朝ラッシュ真っ只中の混雑列車。撮影は厳しそう。電車は赤羽駅を出発し板橋駅まで来ました。ここでようやく進行方向左側の様子を撮影できる状態になりました。埼京線ゴールデンウィーク期間中もさすがの混み具合である。ちなみに板橋駅には重量対応の留置線が3本設置されています。この留置線は山手線および京急線の品川駅改良工事に合わせて敷設されたものであり、留置線の本数を2本に減らすことで将来の埼京線の15両化にも対応しています。
板橋駅を出ると池袋派出所の脇を通過します。ここの留置線には埼京線の10両編成のほか、山手線の11両編成や成田エクスプレスの6両編成も夜間留置されます。さあ、電車は山手線の4本の線路とオーバーパス。そのまま池袋駅に滑り込みます。といってもホームがあるのは反対側。進行方向左側には西武線の特急ラビューが見えます。池袋駅からもそのまま乗り続けます。池袋駅の次の停車駅は新宿駅です。ちなみに JR 赤羽線は池袋駅で全線完乗しました。3路線目の制覇路線となります。新宿駅は東京駅と並ぶ日本のビッグターミナル。駅の手前で信号待ちや徐行を強いられます。進路が開通して再加速。ゆっくりと靖国通りを横断します。新宿駅に到着しました。まだ車内は混んでいます。電車は恵比寿駅に到着。ようやくまともに撮影できるくらい混雑が緩和しました。恵比寿駅でもまだまだ下車しません。下車したらこの電車にわざわざ乗った意味がないですからね。恵比寿駅の次は大崎駅です。大崎駅では山手貨物線の本線と平面分岐。分岐後すぐに大崎駅です。6番線に入線。5番線には湘南新宿ラインの電車が停車しています。大崎駅に到着。駅名表をまたまた撮影。大崎駅での停車時間は長め。後からやってくる相鉄線直通海老名行きの電車と接続します。接続が完了したら大崎駅を発車。この電車は当駅から臨海線に直通します。東京臨海高速鉄道臨海線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は臨海線各駅停車新木場行きです。次は大井町電車は右側です。 JR 京浜東北線と東急大井町線はお乗り換えです。大崎駅を発車するとすぐに勾配を下って地下区間に突入します。臨海線は大部分が地下区間です。ということで景色もあまり楽しめないので編集を使って途中の区間をカット。国際展示場駅に到着。東京ビッグサイトの最寄り駅です。ここまで来ると大混雑の車内が嘘のようにガラガラ。国際展示場駅を発車してしばらくすると地下区間を抜けて地上に復帰します。そして一気に高架区間へ。国際展示場駅から2駅で終点に到着です。終点駅の手前では進行方向左側より線路が合流してきます。首都高湾岸線と国道357号線を巨大な鉄橋で横断してくるとはなかなか豪快な路線ですね。次はこの路線に乗車します。列車は無事終点の新木場駅に到着。これで臨海線を全線完乗しました。 JR 線以外では初の制覇路線です。ここで一旦改札を通過する必要があります。休日お出かけパスならこの改札を通過することが可能。そして同じ階にある別の改札を通過します。これで JR の構内に戻ります。階段を上りましょう。ホームに上がるとちょうど特急電車が通過するところでした。10両での運転。2023年の撮影なので5両編成を2本つないでいますが、2024年3月の改正で10両での定期運用が消滅しました。そして特急電車の次の電車が新木場駅から乗車可能な電車となります。新木場駅を9時30分に発車する普通電車の東京行きです。2分程度遅れていました。強風の影響でしょうか。多少遅れていても次の乗り換えには余裕があります。電車に乗車、扉が閉まります。新木場駅を発車。まずは先ほどの鉄橋を通過します。この電車は京葉線各駅停車東京行きです。次は塩見です。
鉄橋を通過後は運河の上を通過。塩見駅を過ぎたらすぐに地下区間に突入します。次は終点東京お出口は左側です。まもなく東京駅に到着します。京葉線の東京駅は2面4線の地下駅。ここから先へは線路が伸びていないため、この電車はここで終点となります。東京駅に無事到着。エスカレーターを登りましょう。ちなみにこの京葉線の東京駅は、ここからさらに西へ延伸する構想があるため、ホームが他の路線よりかなり南側にあります。動く歩道が整備された現在でも、徒歩で10分程度乗り換えに時間を要します。そんな京葉線の東京駅から別の路線へ乗り換えるのは非常に面倒。ということで、次の電車も京葉線の電車に乗車しようと思います。次の電車は京葉線の1番線からの発車。すでに電光掲示板には列車名が表示されています。ということで、本日2本目の特急電車。先ほど新木場駅で通過していた特急列車の折り返しになります。東京駅を10時ちょうどに発車する特急若潮5号安房鴨川行きです。まだ東京駅到着後の車内清掃を行っていたので、扉は開いていません。作業が完了してから再び扉が開きます。列車に乗車。発車時刻になったら扉が閉まります。ドアが閉まります。東京駅を発車。特急列車による快適な旅のスタートです。さあ、特急電車は駅をどんどん通過します。快速電車も停車する八丁堀駅もご覧の通り華麗に通過。しばらくしてまた地上に戻ってきました。一気に高架まで登って運河を横断します。京葉線は景色がいいですね。今日の天気は晴れ。いい旅になりそう。さあ、電車は新木場駅を通過。ここからがこの電車での乗りつぶし区間となります。出発信号は減速信号で徐行を強いられます。そして少し進んで線路が合流。内側の線路は臨海線につながる線路です。電車は葛西臨海公園駅で先行の列車を追い越し、ここから先も先行列車に近づきすぎないよう徐行運転が続きます。さて10時ですので、ここで軽食をいただきましょう。いつも通りベースフードのパンとクッキーです。家から持ち運びできるのが限界旅行旅の需要とマッチしています。中のパンはこんな感じ。少しシワが入っていますが、味は申し分ありません。東京ディズニーランドを横目に見ながらいただきましょう。続いてクッキー。10円玉より少し大きいくらいのサイズになっています。しっかり食べきって完食。ごちそうさまでした。さて電車は大きな鉄橋を通過します。この鉄橋は江戸川を渡る橋。進行方向左側には相変わらず首都高湾岸線と国道357号線が見えます。そしてこの鉄橋を横断するとすぐに線路が二手に分岐。今分岐した線路は西船橋駅につながる線路です。西船橋駅からはさらに JR 武蔵野線に直通しています。そして別の鉄道高架橋が近づいてきました。こちらも西船橋駅につながる線路です。2本の路線が合流。京葉線はこのようなトライアングルの路線網が引かれており、武蔵野線の電車が東京駅や海浜幕張駅まで直通運転しています。特急若潮は武蔵野線には入線せず、引き続き京葉線を走行します。さて列車は新習志野駅を通過。この駅は京葉線の運行上重要な拠点駅です。その理由は進行方向左側を見れば一目瞭然。眼前に京葉車両センターが広がっています。そしてその京葉車両センターに新しく開業した幕張豊砂駅が併設されています。幕張豊砂駅を通過するとすぐに海浜幕張駅。当駅は千葉県のビジネスの中心地の一つで、ご覧の通り高いビルが建っています。その海浜幕張駅にこの特急若潮5号は停車します。海浜幕張駅に到着。
特急若潮は午前の下りと夜の上りのみ停車します。隣のホームには東京行きの電車が停車していますね。海浜幕張駅を発車。当駅には京葉線しか乗り入れていないので、当然下車しません。海浜幕張駅発車後も引き続き広角間を改装。目線が高い分、街並みを広く見渡せます。しばらく進んで新港信号場を通過中。この高架橋は現在下り貨物列車や臨時列車の退避用に使われています。さあ、千葉港の脇を通過しました。まもなく蘇我です。内房線と千葉方面はお向かいです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。蘇我の次は大網に停まります。進行方向左側に高架橋が見えます。あの高架橋は JR 線の線路ではなく、京成千原線の高架橋です。千葉方面の線路は地上に敷設されています。千葉県のジャンクション駅、蘇我駅です。三面6線の地上駅。中央の2線は主に京葉線の電車が折り返し運転するために使用されます。特急若潮5号は5番線に入線します。ドアが開きます。蘇我駅に無事到着。ここで京葉線は終点となります。駅名標を記念撮影。5番線の外房線ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。蘇我駅を発車。こちらが先に発車します。この列車は特急若潮5号阿波鴨川行きです。6号車から10号車までは終点の阿波鴨川行き、1号車から5号車までは途中駅の上総一宮止まりです。さて、外房線の乗り潰し開始です。外房線では地上を走行します。緑が多いですが、住宅もそこそこあります。列車の速度は時速110キロ弱。速いです。まもなく大網です。大金線はお迎えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。大網の次は小原に停まります。さあ、進行方向左側で線路が1本分岐しました。この線路は東金線につながる線路です。そして大網駅に到着。当駅で東金線に乗り換え可能です。大網駅でも乗り換えません。外房線の攻略対象区間はまだもう少しあります。ドアが閉まります。大網駅を発車。大網駅からも引き続き複線区間が続きます。まもなく茂原です。茂原の次は上総一宮に停まります。さあ、茂原駅です。茂原駅は2面4線の高架駅になっています。ドアが開きます。茂原駅に無事到着。休日お出かけバスだけで乗車可能な外房線区間はここまで。お世話になった列車をお見送り。後ろの5両は上総一宮止まりなので全然乗ってませんね。何はともあれ、ここまでありがとうございました。さて、階段を降りましょう。茂原駅の構内の様子はこんな感じ。高架下は広々しています。エスカレーターで反対側のホームに移動。ほどなくして電車がやってきました。また特急電車に乗車します。茂原駅を11時8分に発車する特急若潮10号東京行きです。今度は5両編成での到着です。
電車に乗車。特急列車の東京行きです。1号車から3号車まで指定席です。1号車から3号車まで指定席車両となっております。自由席は後寄りの4号車、5号車です。まもなくの発車です。ドアが閉まります。茂原駅を発車。14分滞在していました。まもなく大網です。東金線はお迎えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。大網の次は蘇我に停まります。ドアが開きます。大網駅に戻ってきました。わずか1区間で下車します。この1区間乗っただけで特急料金520円をお支払い。すごく無駄に見えるかもしれませんが、この課金によってスムーズに次の電車に乗り換えできます。次の電車は4番線から発車します。階段を上りましょう。さあ、次は東金線を乗り潰します。外房線直通で電車がやってきました。大網駅を11時22分に発車する普通電車の鳴門行きです。大網駅を発車、東金線の攻略開始です。東金線は全線単線となっています。東京どころか千葉からもだいぶ遠いところを走っていますが、住宅が続いています。電車は東金駅に到着。この駅が路線名の由来となっている駅です。駅名標を記念撮影。さあ、編集でカットして間もなく終点の鳴門駅です。場内信号機が複数立っています。進行方向右側で線路が1本合流。総武本線です。電車は鳴門駅の0番線に入線します。鳴門駅の0番線は線路が行き止まり式になっており、桜方面へ発着することはできません。鳴門駅に無事到着。ここまで連れてきてくれた電車を記念撮影。これで東金線を全線完乗しました。JR 線としては4路線目の制覇路線です。さて、鳴門駅では乗り換え時間に余裕があるので、一旦改札を出ましょう。次の電車の発車まで20分あります。駅構内にはニューデイズがあります。ここでお昼ご飯を買っておきましょう。お昼ご飯を購入したら再び改札を通過します。次の電車が来るまでの間に駅名標を記念撮影。鳴門駅は改札が南側のみあります。南側は特急停車駅らしく駅前がしっかり整備されています。逆に反対側は出入り口がないので原っぱになっています。北側と南側で景色に雲泥の差がありますね。さあ、電車がやってきました。今日4本目の特急電車。2024年3月のダイヤ改正で引退してしまった255系ですが、撮影日が2023年だったので乗ることができました。鳴門駅を12時5分に発車する特急潮西8号東京行きです。早速電車に乗車、乗る。ゴールデンウィーク期間中ですが、自由席でも空席があります。鳴門駅を発車、総武本線を乗り潰します。さて、255系の座席はこちら。青と灰色です。背面を倒すボタンは肘掛け下。肘掛け部から小テーブルを取り出すことができます。座席は比較的傾きます。快適に移動できるでしょう。背面テーブルはありません。デスクで作業することはできないようです。ということで小テーブルに昼ご飯を広げましょうか。ニューデイズで購入したスパイシージャンバラヤ。ケチャップの味付けが食欲をそそる。美味しそうだ。まもなく八幡です。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。八幡の次は桜に停まります。
どうやらご飯を食べている間に八街駅に到着するようですね。まあ気にせずいただきましょう。おいしい。はい、ということで全部いただきました。ごちそうさま。電車は間もなく桜駅に到着します。進行方向右側より線路が2本合流。JR 成田線です。まもなく桜成田線はお降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。桜の次は千葉に停まります。桜駅に到着。ホーム反対側に総武快速線の普通電車が止まっています。桜駅を発車。成田線に乗り換え可能ですが、乗り換えません。桜からは複線区間を走行するので運行速度が1段階上がります。緑がとても綺麗。津賀駅では千葉都市モノレールと立体交差。そして千葉駅でも千葉都市モノレールと接続します。構造物が見上げるほどでかいですね。千葉駅に到着。駅名標を記念撮影。そして千葉駅で降りずに乗り続けます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急潮西8号東京行きです。途中錦糸町に停まります。指定席は1号車から5号車、グリーン車は4号車です。自由席は6号車から9号車です。車内はデッキを含めまして全車両禁煙です。トイレは2号車、4号車、5号車、7号車、9号車各車両の前寄りにあります。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。次は錦糸町に停まります。さて千葉駅からは利用者が非常に多いです。千葉駅を出ると総武本線は複々線になります。しかしそれだけでは設備が不足していることから京葉線などさまざまなバイパス路線が建設されました。電車は江戸川を横断。東京都に戻ってきました。越中島貨物船がオーバークロスする様子が見えたら間もなく次の停車駅です。さあ電車は錦糸町駅に低速で進入します。総武本線各駅停車のお茶の水方面と東京メトロ半蔵門線に乗り換え可能です。駅名標を軽く撮影。列車は錦糸町駅を発車。255系を最後まで楽しみます。錦糸町駅を出ると勾配を下って地下区間に突入します。まもなく終点東京です。新幹線、山手線、京浜東北線、中央線、東海道線、上野東京ライン、京葉線、地下鉄丸ノ内線はお取り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。列車は終点の東京駅に到着。駅の手前で徐行運転をしていたため1分遅れました。東京駅で当然下車。エスカレーターを上ります。いやはや快適な旅でした。快適すぎて途中から寝てしまうぐらい快適でした。これで私個人の255系は乗り納め。今までありがとうございました。さて次の電車に乗り換えます。お昼の東京駅は人でごった返しています。6の数字をしっかり確認。ホームに上がったらもう電車が来ていました。東京駅を13時15分に発車する京浜東北線快速の大船行きです。車内は空いています。東京駅を発車。再び東海道本線を乗り潰します。
JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京浜東北線快速大船行きです。次は浜松町です。ということで昼間の京浜東北線は快速運転が行われます。田端品川間は山手線が並行しているため途中の駅に停車しないことで差別化を図っています。上野東京ラインが停車する新橋駅もご覧の通り通過。上野東京ラインが東京品川間で新橋駅しか止まらないことを考えると、上野東京ラインと京浜東北線で昼間は自撮り停車を行っていることがわかります。東京品川間は線路の本数が多い。今見えている山手線、京浜東北線、上野東京ライン、東海道新幹線だけで合計8本。さらに地下を走行している横須賀線を加えると最終的に合計10本となります。電車は浜松町駅に到着。当駅の京浜東北線の南港は空いたスペースを活用してホーム拡幅工事が行われました。山手線の電車より先に到着。しかし先に発車したのは山手線の方。素早い。浜松町駅を発車。山手線の電車を追いかけます。同時に常磐線の中距離電車と行き違い。将来ここから JR の羽田空港アクセス線が分岐する予定です。さあ引き続き東海道線を下っていきます。進行方向左側には東京総合車両センター田町派出所が見えます。その車両基地に据え付けるように新設されたのがこの高輪ゲートウェイ駅です。2020年3月に開業しました。高輪ゲートウェイ駅の次は品川駅です。当駅周辺では様々な改良工事が施されており、京浜東北線は線路が1本ずつ移設され、南港と北港で別々のホームから発着するようになりました。品川駅に到着。駅名標を記念撮影。まだ乗り続けます。品川駅を発車。品川駅の進化はまだまだ続きます。品川駅を出てしばらく進むと今度は蒲田駅に到着します。当駅は京浜東北線の運行上重要なターミナル駅です。その理由は当駅に大きな車両基地が併設されているからです。この車両基地の存在を理由に京浜東北線では蒲田止まりの電車が多数設定されています。さあ電車は多摩川を横断します。進行方向左側には手前にある上野東京ラインの線路の他に、さらに奥には京急線の青い鉄橋がかかっています。まもなく川崎駅です。上野東京ラインの電車も停車する巨大駅です。京浜東北線の方にはホームドアが設置されています。川崎駅に到着。駅名標を記念撮影。南武線に乗り換え可能ですが、まだ下車しません。川崎駅を発車。この電車は京浜東北線各駅停車大船行きです。次は鶴見です。進行方向左側から線路が2本合流。こちらは東海道貨物線です。定期旅客列車は運行されていません。さらに朝方通過した賓客貨物線の鉄橋をアンダーパス。進行方向右側では横須賀線の線路とも合流します。線路が10本並びました。非常に壮観です。まもなく鶴見駅です。鶴見駅に到着。駅名標をしっかり記念撮影。東京駅からお世話になった車両をお見送りします。
こまで連れて行ってくれてありがとうございました。大船駅までまだ長いですが、頑張って。鶴見駅には鶴見線が乗り入れていますが、まだ乗りつぶしません。階段を上ることなく、ホーム反対側の電車に乗車します。京浜東北線横須賀線の線路のさらに奥、高架橋を205系が走行しています。この電車はすでに2024年には鶴見線から撤退しています。そして鶴見線の電車を撮影しながら目的の電車が到着しました。鶴見駅を13時48分に発車する快速の南浦和行きです。来た道を戻ります。車内は空いています。鶴見駅を発車、横須賀線の電車を追いかけてきているのが見えます。次は川崎です。川崎駅に到着。ここで下車します。階段を上りましょう。次の電車は56番線から発車します。ホームに降りるともう目的の電車は停車中。東海道線の乗りつぶしを一旦打ち切って、今度は南武線を乗りつぶします。川崎駅を13時57分に発車する快速の立川行きです。分岐器が動いて進路が開通しました。同時に出発信号も進行現時に切り替わります。この電車は南武線快速立川行きです。停車駅は橋灘、武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝の口、上りと稲田口、南長沼、府中本町、武大河原、立川です。お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。立川駅を発車、南武線の攻略開始です。川崎駅を発車するとすぐに進行方向左側で線路が合流します。こちらは南武支線。旅客列車が運行されているため南武支線も攻略対象ですが、快速電車は知手駅を通過するので攻略は後回しです。知手駅を通過するとまた線路が1本分岐していきます。こちらは朝方特急湘南乗車地に見えた知手短絡線です。この線路が新鶴見信号場までつながっています。矢向駅には留置線があります。昼間でも車両が何本か留置されています。電車は鹿島田駅に到着です。当駅から約500メートル西のところに新川崎駅がありますが、制度上乗り換え駅には指定されていません。さあ、武蔵小杉駅のマンション群が見えてきました。いつ見ても大きい。武蔵小杉駅に到着。上の高架橋は東急線の武蔵小杉駅です。相鉄の電車が止まっています。武蔵小杉駅の駅名標を撮影。他路線に乗り換え可能ですが、下車しません。武蔵小杉駅を発車。発車後は道路と立体交差するために高架区間に突入します。さて、武蔵小杉駅の次は武蔵中原駅です。この駅は2面4線の高架駅となっており、かつ南武線の運行上重要な拠点駅となっています。武蔵中原駅の駅名標を記念撮影。武蔵中原駅を発車すると上下本線の間から立体交差で1本線路が分岐します。この線路は鎌倉車両センター中原支所につながる線路。車庫には朝ラッシュを終えた車両が多数留置されています。武蔵中原駅からしばらく進むと武蔵溝の口駅です。ここで東急田園都市線と東急大井町線に乗り換え可能です。当然乗り換えません。引き続き南武線を攻略。津田山駅を通過。踏切に挟まれておりホーム延伸が困難と言われていますが、7両までならギリギリホームの延伸が可能です。次の停車駅は登戸駅です。
登戸駅では小田急線に乗り換え可能です。当駅で一部の列車が川崎方面に折り返しています。やはり乗り換えません。登戸駅の次は稲田堤駅です。当駅では京王相模原線に乗り換え可能です。これが相模原線の高架橋。小田急線と比べると少し離れているのが特徴です。稲田堤駅を過ぎると東京都に突入します。東京都に入った途端、降格間へ。川崎市との財政力の差を感じます。矢野口駅を通過。稲城長沼駅に到着です。高架化により普通電車と緩急接続可能な2面4線の高架駅に生まれ変わりました。ここで先行の普通列車を追い越します。稲城長沼駅を発車。この電車は南武線快速立川行きです。停車駅は府中本町、分倍河原、立川です。次は府中本町です。稲城長沼駅を出て南多摩駅を通過すると、進行方向左側で武蔵野貨物線と合流。府中本町駅の前後では武蔵野線と南武線で方向別複々線を形成します。府中本町駅に無事到着。ここで南武線の攻略を一旦打ち切ります。府中本町駅の駅名標を記念撮影。階段を上りましょう。府中本町駅も広い構内を持っています。人は少なめ。東京競馬場の臨時出入り口があるのが一番の特徴でしょうか。階段を降りた先にはオレンジバーミリオンの帯をまとった電車が停車していました。府中本町駅から今度は武蔵野線に乗車します。14時40分発の東京行きです。列車の扉が閉まります。府中本町駅を発車。発車後すぐにトンネル区間に突入します。トンネル区間は編集でカット。北府中駅では複数の側線が存在します。この電車は京葉線直通東京行きです。次は新小平です。新小平駅に到着。ここで下車します。歩きながらお世話になった車両をお見送り。ありがとうございました。さて、なぜこんな乗り換える別の路線がない駅で下車したのかといえば、それにはきちんとした理由があります。その理由は後ほど公開するとして、とりあえず階段を上りましょう。コンコースに人はいません。階段を降りて反対側のホームに移動します。新小平駅は堀割の中に建設された駅です。ホームの長さが8両分しかなく、延伸が困難となっています。さあ、電車がやってきました。新小平駅を14時55分に発車する府中本町行きです。次は終点府中本町です。府中本町駅に到着。これで府中本町新小平間の往復が完了しました。何の変哲もない往復と思うかもしれませんが、こういう布石を打っておくことが後々に生きてきます。次の電車はそれほど待たずに来そうですね。府中本町駅にはホームドアが設置されています。南武線では2024年度末までにほとんどの発着線でホームドアが設置される予定となっています。さあ、次の電車は府中本町駅を15時13分に発車する普通電車の立川行きです。
電車に乗車。府中本町駅を発車。府中本町駅で打ち切った南武線の乗り潰しを再開します。武蔵野線とは一旦お別れ。府中本町駅の次は分倍河原駅。当駅で京王線と乗り換え可能です。この直上にあるのが京王線ですね。南武線は快速が停車しますし、京王線の方もほぼ全ての列車が停車しますので、乗り換えには便利な駅です。さあ、ようやく終点の駅です。終点の駅でもホームドアはしっかりと完備。左の線路は南武線向けの留置線です。立川駅に無事到着。当然下車して乗り換えます。さて、ここ立川駅は東京都の西側のエリアの中でも特に利用者の多い巨大駅。当然コンコースを歩いている人は多いです。エスカレーターを降りましょう。さあ、電車がやってきました。立川駅を15時41分に発車する普通電車の青梅行きです。立川駅を発車。この電車は青梅線青梅行きです。次は西立川、西立川。お出口は右側です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。電車は青梅短絡線を走行中です。この短絡線を通ることで中央線と立体交差できます。電車は西立川駅に到着。ここで青梅線の本線と合流します。次は拝島、拝島。お出口は右側です。五日市線、八高線と西武拝島線はお乗り換えです。拝島駅に到着。撮影当時はホームの延伸工事が行われていました。拝島駅で下車。青梅方面はまだ攻略しません。お世話になった車両をお見送り。ありがとうございました。さて、拝島駅の駅名標を記念撮影します。こちらが拝島駅のコンコース。改札内に飲食店があります。階段を降りましょう。ホームに降りてすぐに電車がやってきました。次に乗車するのは八高線。拝島駅を16時3分に発車する普通電車の八王子行きです。拝島駅を発車。拝島駅発車後はすぐに青梅線の線路をまたぎます。電車は多摩川を横断。今日4回目の多摩川横断です。夕方なので車内がそこそこ混雑しています。次は終点八王子です。八王子駅に無事到着。乗っていた電車は八王子止まりなのでここで下車します。八王子駅は昔から中央線の特急電車が全列車停車していた駅。当然駅の規模は大きいです。次の電車は6番線。階段を降りましょう。ホームに降りるとタンク車の貨物列車が停車していました。八王子駅では頻繁に貨物列車が停車している様子が見られます。さあ、八王子駅から横浜線を攻略します。八王子駅を16時27分に発車する普通電車の東神奈川行きです。横浜という名前のついた路線の電車なのに横浜駅まで行かず、一駅手前の東神奈川駅止まりとなっています。八王子駅を発車。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は横浜線各駅停車東神奈川行きです。次は片倉です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。さて、ここで列車の運行情報を確認すると、
上野東京ライン、湘南新宿ライン、両門線でダイヤが乱れているようです。これが今回の旅に影響しなければ良いのですが、電車は橋本駅に到着。ここで JR 相模線と京王相模原線に乗り換え可能ですが、下車しません。このまま乗り続けます。橋本駅を発車。京王相模原線と立体交差。将来は当駅にリニア中央新幹線の神奈川県駅が併設予定です。さて、宇都宮線は平常運転に戻った模様。高崎線はまだ遅れています。電車は小田急線と立体交差。町田駅に到着です。少し駅が離れていますが、当駅で小田急線と乗り換え可能です。町田駅は横浜線の途中駅の中でも特に利用者が多い駅です。町田駅を発車。当駅では当然下車しません。少し進むと東海道新幹線の高架橋が見えてきました。新横浜駅です。新横浜駅の駅名標がホームドアに貼り付けられています。ちなみに新横浜駅では東海道新幹線に乗り換え可能ですが、東海道新幹線は攻略対象ではないため乗り換えません。新横浜駅を発車。白い鉄橋で複数の線路をオーバークロスすると東海道本線と合流します。線路の高さが同じになりました。まもなく終点の東神奈川駅に到着です。東神奈川駅には3番線に入線。これで横浜線を全線環状しました。JR 線としては東金線に続き5路線目の制覇路線です。そして乗り換え時間1分でホーム反対側に停車中の電車に乗車します。まさか乗れるとは思わなんだ。17時24分定刻で出発です。次は鶴見です。鶴見駅に到着。ここで当然のごとく下車します。鶴見線に乗り換えます。そして鶴見線のホームに向かったら、鶴見駅17時37分発の大川行きに乗車できました。予定より少し早めに工程を回れるのは嬉しい。鶴見駅発車です。鶴見線は鶴見駅周辺で高架を走行します。その理由はこれ。10本もある線路を一気にまたぎます。さらに第一京浜国道15号線をまたぐと、最初の停車駅である国道駅に到着です。さて、鶴見線はなかなか厄介な路線網となっています。それは支線が複数存在すること。今進行方向右側に分岐したのは海芝浦支線です。この支線に旅客列車が乗り入れています。しかしこの電車は大川行き。海芝浦支線は後回しで、先に大川支線に向かいます。浅野駅を発車。場内信号は注意現示。安全駅ではタンク車が止まっています。出発信号が大川支線側に進行現示となりました。安全駅に到着。駅名標を記念撮影。安全駅を発車。さあ、分岐器を分岐側に通過します。下り線を逆走。そして制限速度 25km の厳しい分岐で武蔵白石駅の手前をさらに右に分岐します。武蔵白石駅にホームはなし。通過します。警笛一斉。直角カーブを曲がります。単線の路線になりました。工場地帯を突き進みます。電車は低速で水路を横断。分岐器を分岐側に通過。直進側は使用停止となっています。大川駅に到着。この付近の工場地帯で働く人のために作られた駅です。大川駅に無事到着。駅名標を記念撮影。ここまで連れてきてくれてありがとう。しかし折り返し同じ電車にまた乗車します。大川駅の発車時刻は
18時8分です。大川駅発車、13分滞在できました。さあ、再び直角カーブ通過です。カーブを曲がりきると鶴見線本線に復帰。超低速なのが側面の車窓から伺えます。さあ、浅野駅に戻ってきました。浅野駅で下車、駅名標撮影。乗り換え時間に余裕があるので電車のお見送りをします。ありがとうございました。大川支線楽しめました。さあ、構内踏切を渡ります。関東都市部の JR の駅とは思えないほどローカルな雰囲気を漂わせる浅野駅。その浅野駅から海芝浦支線が分岐しています。まず先に海芝浦駅から鶴見行きの電車が入線。この電車には当然乗車しません。車内にそれほど人は乗っていませんね。乗降が完了したら発車します。これだけでも絵になる。さて、乗り換え時間に余裕があるので、ここで夕食を食べたいと思います。鶴見駅で購入したおにぎり3つ。おにぎりを買った上で大川行きの電車に乗車できたので、だからこそ乗り換えできたことにびっくりしました。おにぎりに直接手を触れず食べられる。衛生的。電車が来る前に無事すべて3つ食べきりました。ごちそうさま。さて、ゴミは後々の駅で適宜捨てるとして、鶴見方面から電車がやってきました。夕暮れと電車がよくマッチする。浅野駅を18時26分に発車する海芝浦行きです。全然人が乗っていないので、さっさと扉が閉まります。海が近いです。車窓から見える運河がとても綺麗。電車は終点の海芝浦駅に到着です。電車から一旦下車します。ここまで連れてきてくれた電車を撮影。さて、この海芝浦駅は駅からの眺望が非常に良いことで有名です。美しい横浜の運河を一望できます。この美しい眺望と駅自体の特殊性から何度かメディアに取り上げられたことがあります。確かに実際に来てみると景色がめちゃくちゃ綺麗なのがわかります。ちなみに奥に見える巨大な道路橋は首都高湾岸線です。さあ、停車時間が4分しかないので乗り遅れないように早めに乗車しましょう。海芝浦駅の発車時刻は18時34分です。夕方、日暮れ後でもその絶景ぶりは変わらないどころか、むしろ良い時間に来れました。列車の扉が閉まります。海芝浦駅を発車。美しい景色をありがとうございました。さて、先頭車両に移動しましょう。ゴールデンウィーク期間中だからか乗客は数えるほどしかいません。場内信号を通過。新芝浦駅からは複線になります。浅野駅に戻ってきました。当然ここで下車。構内踏切が閉まっているので電車のお見送りを強制させられます。まあ、いい絵だから何の問題もありませんけどね。さて、向こうのホームに止まっているのは大川行きの電車です。大川支線は攻略済み。ゆったりと構内踏切を渡れます。ホーム上で次の電車を待ちましょう。さあ、電車がやってきました。今度は全区間で本線を走行する電車です。浅野駅を18時47分に発車する扇町行きです。浅野駅を発車。だいぶ暗くなってきました。
ということで編集でバッサリカット。浜川崎駅に到着です。ここで南武線に乗り換え可能ですが、鶴見線の終点まではまだ数駅あります。さあ、鶴見線の終点駅に到着です。線路はここで行き止まり。扇町駅に無事到着。駅名標を記念撮影。これで鶴見線を全線完乗しました。JR 線としては6路線目の制覇路線です。扇町駅でも大川駅や海芝浦駅と同様に同じ電車で来た道を折り返します。19時2分発の鶴見行きに乗車します。扇町駅を発車。わずか5分の滞在でした。さあ、浜川崎駅で下車。今度こそ下車します。お世話になった電車をお見送り。これで鶴見線は終わりです。ありがとうございました。さて、この浜川崎駅も何の変哲もない乗り換え駅ではなく、ある特徴があります。それは南武線と鶴見線で駅舎が完全に別個となっていること。一旦公道を横断する必要があります。同じ駅名なのに不思議な仕様である。さあ、次は南武支線。鶴見線に続いて南武支線でも205系が使用されています。お待たせいたしました。指定駅、まもなく発車いたします。19時13分になりました。発車時刻となり扉が閉まります。浜川崎駅を発車。南武線の最後の区間を攻略します。さあ、東海道線の福々線を横断。知手駅に到着。これで南武線を全線完乗しました。南武線がこの度7路線目の全線完乗した JR 線になります。次の電車が来るまで知手駅の駅名標を記念撮影。乗り換え時間2分で立川方面行きの電車がやってきます。知手駅を19時23分に発車する普通電車の立川行きです。乗った電車は南武線に似つかわしくないスカスカ具合でした。まもなく武蔵小杉、お出口は左側です。横須賀線、湘南新宿ライン、相鉄線、羽沢横浜国大方面、東急東横線と東急目黒線はお乗り換えです。武蔵小杉駅に到着。ここで下車します。南武線とはここで完全にお別れ。ありがとうございました。さて、武蔵小杉駅まで到達した記念に駅名標を撮影します。次の路線に乗り換えましょう。次の路線まで乗り換え距離がかなり長いです。乗り換え時間はたっぷりあります。ちなみになぜ武蔵小杉駅の乗り換え距離が長いのかというと、当初建設された品格線が南武線との乗り換えを全く想定していなかったからです。南武線の駅を通るように東急線の線路が敷設されましたが、品格線は貨物線だったため駅を避けて建設されました。その後、品格線が旅客化され、2010年にホームが新設されたことから、このような長い乗り換えが発生してしまいました。さて、品格線のホームに到着しました。今立っているこのホームは、平日朝ラッシュの混雑がメディアに取り上げられるほど悪化してしまったために、2022年12月に新設された新ホームです。ホームの形状がかつて島式ホームだったことを如実に表しています。そして今、上りホームの向こうで東海道新幹線が通過していきました。特急湘南乗車時にも紹介した通り、品格線に並行する形で東海道新幹線の線路が敷設されています。待っている間に横須賀線の電車が発車。そこそこの乗車率です。ちなみに今映している電車は総武快速線の最新電車 E235 系です。2025年には全列車 E217 系から E235 系に置き換えられるでしょう。まだ目的の電車はやってきません。
下りホームにやってきたのは湘南新宿ラインの大船行きです。こちらはスカスカですね。車両によっては混雑しているようですが、やはり武蔵小杉駅で大方下車してしまう模様。東海道新幹線も一緒に通過。蛍光灯に照らされる姿もかっこいいです。来ない。なかなかやってきません。20分に1本しか来ないとこうももどかしいものになってしまうのか。近い将来横須賀線から引退予定の E217 系です。空席がありますね。需要がそれほどないようです。それにしても頻繁にやってきますね。在来線特急の延長線上にあるのが新幹線のはずなのに、通勤電車並みにやってくるとはこれいかに。そして特急湘南がやってきます。夜の帰宅用の通勤ライナーですね。あまり人は乗っていません。5両でも十分そう。まだ来ない。いい加減にしてくれ。横須賀線の電車ってこんなに走らせる必要があるのだろうかと思うようなスカスカぶり。さあ、やっと来てくれました。埼京線の電車。この電車でないと乗り潰せない区間があります。武蔵小杉駅を19時59分に発車する相鉄線直通の海老名行きです。列車に乗車。乗降が完了したら扉が閉まります。武蔵小杉駅を発車。この電車は相鉄線直通海老名行きです。相鉄線内は特急です。次は羽沢横浜国内です。さあ、武蔵小杉駅を発車したら賓客線の旅客線から貨物線が分岐します。映像では分かりにくいですが、賓客線の上り旅客線とは立体交差します。ここから電車は賓客線の貨物線を通り、鶴見駅から東海道貨物線を経由して相鉄線の駅がある羽沢を目指します。車内の様子はこんな感じ。座席がほとんど埋まる程度の混雑率です。せっかくの相鉄 JR 直通線ですが、すでに夜で景色を楽しめないので大部分をカットします。列車は横浜羽沢駅まで行きました。ここで列車は相鉄線の羽沢横浜国大駅方面の連絡線に入線します。電車は勾配を下って地下区間へ突入。この連絡線は2019年に相鉄と JR が相互直通運転するにあたって新しく建設されました。設備的には JR の横浜羽沢駅と相鉄の羽沢横浜国大駅は別々の駅構内扱いとなっているらしく、先ほどの分岐を通過してから改めて第1場内、第2場内と変則信号を通過するようです。したがって今回の旅のルールでは横浜羽沢駅と羽沢横浜国大駅は別々の駅として扱い、このわずかな区間のために相鉄 JR 直通線に乗車する必要があります。さあ、武蔵小杉駅からここまで来るのに16分かかりました。東急線直通の線路と合流し、合流後すぐのところに羽沢横浜国大駅があります。羽沢横浜国大駅に無事到着。乗務員交代のためしばらく停車します。階段を上りましょう。さあ、ここが羽沢横浜国大駅。2019年に開業した駅なので、駅舎の中はめちゃくちゃ綺麗です。直通線利用者と当駅そのものの利用者はすでに3万人を超えており、今後の発展が期待されます。さあ、来た道を戻りましょう。JR 線直通の電車は2本後の電車です。電車が来るまで駅名標を記念撮影。相鉄管理の駅なので駅名標も相鉄のデザインになっています。駅名標の下には直通線開業によって運行範囲が大幅に広がった路線図が描かれています。たった数キロ新規建設しただけでこれだけネットワークが広がったのだからすごいことです。さあ、目的の電車がやってきました。今度は相鉄所有の車両12000系です。
羽沢横浜国大駅を20時25分に発車する普通電車の新宿行きです。車内はガラガラ。夜に都心方面に向かうのだから当然ですね。旅客の乗降と乗務員交代が完了したら扉が閉まります。羽沢横浜国大駅を発車。分岐器を分岐側に通過します。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は埼京線直通各駅停車新宿行きです。次は武蔵小杉です。さあ、連絡線を通過して JR 線に戻ります。次に通過する信号は出発信号ではなく場内信号。このことから羽沢横浜国大駅と横浜羽沢駅が別の駅であることがわかります。貨物線の本線と合流。編成全体が分岐部をすべて通過したら再加速します。さあ、14分かけて武蔵小杉駅に戻ってきました。往路では武蔵小杉駅から乗車しましたが、復路では下車せず乗り続けます。ガラガラの車内で都心まで行けるなんて快適だな。電車から下車。降り立ったのは大崎駅です。大崎駅は今まさに利用者が増加している駅。昔は山手線の若緑色の電車しか停車しない駅でしたが、埼京線や臨海線、湘南新宿ラインが当駅に乗り入れるようになったことから、利便性が飛躍的に向上しました。ホームに降りると目的の電車がちょうど停車するところ、大崎駅を20時53分に発車する山手線の内回り電車です。この電車で山手線最後の未乗区間を乗り潰します。大崎駅を発車。次の停車駅は品川駅です。品川駅に到着。これで山手線を全線環状しました。 JR 線としては8路線目の制覇路線となります。そして同時に品格線も全線環状しました。東海道本線についてはルール上支線を全て乗り潰したことになります。さて、ここが品川駅。Uラッシュはもう過ぎ去っているかと思いますが、まだまだ人が多いです。ホームに降りてすぐに次の電車がやってきました。今度は上野東京ラインに乗車します。品川駅を21時ちょうどに発車する普通電車の小金井行きです。グリーン車が連結されている車両のため、グリーン車に乗車しましょう。体力を温存しないといけませんからね。グリーン車の方が座れる確率が高いはず。車内には予想通り空席あり。しかしガラガラというわけではなく、利用率はそれなりにあります。品川駅を発車。東京都心を快適に貫通します。さて、こちらがグリーン車の座席。非常にふかふかしています。収納ポケット、ドリンクホルダー、背面テーブルはもちろん完備。テーブルの面積が広いので作業をする上でも窮屈しません。上着をかけるフックもあります。背面を傾けるボタンは肘掛け部にあります。座席の紹介をしているうちに列車は東京駅に到着です。ここで東海道本線は終わりです。上野東京ラインのホームは京浜東北線や山手線のホームより少し高いところにありますね。少しだけ優越感を味わえます。列車は東京駅を発車。ここからは東北本線となり、かつこの列車での乗り潰し区間となります。またこれから通る線路は2015年に新設された新しい線路です。長らく東京上野間は山手線と京浜東北線の4本の線路で通勤需要をさばいていましたが、そこからさらに線路が2本増えることで朝ラッシュの混雑が劇的に緩和されました。次の停車駅は上野駅です。
ということで上野駅に無事到着。駅名標を撮影。そして発車。まだまだ乗り続けます。さて、電車は京浜東北線の電車を軽々と追い越します。日暮里駅を通過。当駅から赤羽駅までは京浜東北線の線路と上野東京ラインの線路が二手に分かれます。上野東京ラインの方に日暮里駅のホームはありませんが、運賃計算上は日暮里駅で分岐したこととして扱われます。そのため今回の環状旅においても路線が日暮里駅で分岐したものとして乗り潰しを実施していきます。列車は奥羽車両センターの脇を通過。朝ラッシュ時は横浜方面からの通勤輸送を終えた電車が上野駅からここまで改装されて一休みします。奥羽車両センターを過ぎてしばらくすると赤羽駅に到着します。隣を走る湘南新宿ラインの列車と同時に到着しました。赤羽駅の駅名標を記念撮影。少し隠れてしまっていますが仕方ない。さあ、湘南新宿ラインの列車の方が先に発車。そしてこちらの列車が後を追うように発車します。さて、ここで軽食。追い越すヨーグルト。タンパク質多め。脂質ゼロ。健康的。湘南新宿ラインの列車との並走バトルを楽しみながら食べましょうかね。あちらはそれなりに立ち客がおり、立って移動するなんて大変だろうなと優越感に浸ります。それにしても並走している時間が長い。これほど長い並走を見たことがないです。ついに先頭車両よりも前に出るか？いや、出ない。向こうの電車の方が速くなりました。なかなかのデッドヒート具合です。まもなく宇田川、オレンジは右側です。京浜東北線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。ということで赤羽駅から浦和駅までずっと並走していました。そして到着もほぼ同時。いいものが見れた。浦和駅の駅名標を記念撮影。浦和駅ではもちろん下車しません。乗り続けます。浦和駅を発車したところで追い越す完食。ごちそうさまでした。さあ、列車は大宮駅に到着です。湘南新宿ラインの電車は埼玉新都心駅に停車しないので、あちらの列車が先に大宮駅に到着しました。そしてあちらの電車が先に発車しましたが、こちらの電車も発車時刻となり発車。高崎線直通の電車とお別れ。赤羽駅からずっと並走していました。良い映像をありがとう。さあ、電車は少し進んで間もなく久喜駅です。久喜駅では本線ではなく大井線に入線。久喜駅に到着しました。ここで下車します。久喜駅は JR 宇都宮線以外に東武伊勢崎線が乗り入れる駅。乗り換える必要がないように見えますが、下車した理由はこれ。乗ってきた電車が後続の列車に追い越されます。久喜駅を22時5分に発車する快速ラビットの宇都宮行きに乗り換えます。快速ラビットでもグリーン車に乗車。久喜駅を発車します。この電車で攻略スピードを上げましょう。次は小山です。電車は小山駅に到着。東北新幹線、両毛線、水戸線が乗り入れる栃木県南部の巨大駅です。宇都宮線の宇都宮駅です。小金井、自治医大、石橋、鈴目宮、宇都宮の順に停車いたします。小山の発車22時32分です。4分ほどお待ちください。小山駅を発車。小山駅からは攻略対象の路線が複数方向に伸びていますが、先に宇都宮線をすべて乗り潰します。この電車は宇都宮線宇都宮行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、
駅での発売枠がなくなりますのでご了承ください。次は自治医大です。ということで、自治医大駅に到着です。休日お出かけバスでフリーで移動可能な区間はここまでとなります。これで宇都宮線を全区間完乗。東北本線としてはまだ未乗の区間があります。お世話になった列車をお見送りしましょう。ここまで連れてきてくれてありがとうございました。さて、自治医大駅到達記念に駅名標を記念撮影。当駅の近くには東北新幹線の高架橋があります。新幹線が通過する音だけしましたね。何が通過したのでしょうか。自治医大駅について今日の旅は終わりではありません。折り返しの電車に乗車します。次の普通列車の前に一本列車が通過。東北本線は貨物輸送の大動脈なので、頻繁に貨物列車が通過します。さあ、列車がやってきました。この列車が自治医大駅から発車する上り最終列車。自治医大駅を22時59分に発車する普通列車の大宮行きです。最終列車なのにそれなりに人が乗っているのがすごいですね。需要がしっかりある証拠。列車に乗車。扉が閉まります。自治医大駅を発車。滞在時間は18分と比較的長めでした。自治医大駅と小金井駅の間には小山車両センターという車両基地があります。もう営業終了間近のため、基地には列車が多数留置されています。次は小山です。小山です。ご利用ありがとうございます。宇都宮線上り最終大宮行きです。乗り遅れ忘れ物ないようご注意ください。両毛線の最終桐生行きは8番線へ、水戸線の最終下館行きは15番線へお進みください。さて、先ほども申し上げた通り、両毛線も水戸線も攻略対象となっています。どちらも乗車できる列車がありますが、どちらを先に攻略するでしょうか。乗り換え時間が4分しかないのに乗り換え距離が長い。思いのほか不便だ。階段を急いで下ります。乗車するのは両毛線です。桐生行きの最終列車は待っていてくれました。これが今日最後の列車。小山駅を発車。ダイヤ上では23時12分発ですが、乗り換え客を待ったため少し遅れての発車です。はい、小山駅から39分でしたが、体を休めるために一気にカット。ここ足利駅が休日お出かけパスで乗れる両毛線の最西端の駅です。お世話になった列車をお見送り。終点の桐生駅までまだもう少しありますが、どうか無事に行ってらっしゃい。さあ、跨線橋を渡りましょう。足利駅の駅名標を記念撮影。凝ったデザインになっています。これで両毛線の休日お出かけパスフリーエリア区間を全区間乗車しました。今日1日で合計9路線全線完乗しました。もう電車はないので改札を通過しましょう。切符を改札機に投入します。はい、いかがだったでしょうか。まだ休日お出かけパスのフリーエリアで未乗の区間が残っていますが、これ以上の攻略は不可能。ということで結論が出ました。休日お出かけパスのフリーエリアは1日で全線完乗不可能です。まあ当然の結果ですね。何せ休日お出かけパスのフリーエリア区間は合計で 1363.9km も
ありますから。いやはや JR 東日本の路線網は関東地区だけでもめちゃくちゃ広いという結論が出たところで、今回の動画はおしまい。ですが、続きの動画もちゃんとあります。1日で全線完乗できないことが分かったとして、果たして何日で全線完乗できるのか、2日目にこうご期待ください。ということで、最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。